なんで兄弟児にあんなに辛辣なのってことなんですよね。自由度を上げるヒント。皆さんこんにちは、ようこです。このチャンネルでは兄弟児が自分の人生を歩めるように親亡き後を過ごしている私の経験をお伝えします。ぜひチャンネル登録してくださいね。兄弟児が上の子なのか下の子なのか議論されることがあります。上の子に障害があるとわかる前に下の子を授かることもありますが、そうでない場合、親はある意図を持って出産しています。兄弟児が下の子ということは、健常児を育ててみたいという親の欲求、将来障害児を任せたいの2点があると思います。今は考え方も変わって、1人目が障害児の場合、1人だけでいいという親御さんがいます。2人目以降も障害があるかもしれないということがありますが、兄弟児に対して平等に育児ができるかわからないからという理由もあるようです。私は2人目に生まれたことについて、実はあまり考えないようにしてました。兄の世話をしろと繰り返し言われて、もう答え出てるし、考え始めるともやもやした感情が出てきてしまいます。昭和の時代は兄弟児に将来を任せたいというのは当たり前でした。子供は労働力と考えられた時代もあるので、受け継がれてきた負の面なのかもしれません。私の母の話になりますが、当時は今のような情報がなかったこともあり、兄が生まれてショックが大きかったみたいです。健常児を産めない自分が劣っているとか、惨めに思えるとか、そんなことも考えたでしょう。自分だって健常児が産めるんだって証明したいっていう気持ちもあったかも。健常児さえ生まれてくれたら幸せになれると必死だったかも。子供を何人持つかというのは家庭ごとの考えなので、立ち入るつもりはないんですが、気になるのは、なんで兄弟児にあんなに辛辣なのってことなんですよね。今回は望んで子供を産んだ割には辛辣すぎないと思ったポイントをまとめました。多分兄弟児にはあるあるだと思います。障害児の子育てに親が毎日必死なのはわかります。でも常に我慢を強いられているのは納得できません。大切にしているものを汚される。壊されても理解できないから仕方ないで済まされる。見えるところに置いておく方が悪いと言われるのが続けば、こちらは傷ついたままです。親は障害児に人のものは取っちゃいけないとか、大切に使いましょうというルールを理解させることができないですよね。だから兄弟児に感情的な処理を丸投げする。兄弟児はボロボロになっていきます。本当は親には兄弟児まで育てる余裕なんてないんです。兄弟児は助けてもらえない。そんな中で暮らしていくしかないんだと悟り、小さな頃から甘えられないまま、それが悪循環になっていきます。健常児の兄弟姉妹だったら当たり前の喧嘩や文句、残念ながら兄弟児の意見は通りません。親は障害児のことを責められてもどうすることもできないし、言われるのが辛いというのもあるでしょう。家族は仲良くという社会から植え付けられた観念も関係していそうですよね。これが大きくなると、親は自分や障害児が被害者という感覚になり、自分が間違っていても謝らないし、理解しない周囲が悪いと思うようになるので厄介です。例えば兄弟児の結婚は障害を理由にお断りされる傾向にあり、ハードルが高いですが、障害を理解できない相手なんてろくなものじゃないと相手に非があるように言うのもその一つだと思います。将来を心配するあまり、兄弟児の個性も考えず、医療や福祉系の進路を進める親がいます。
私も母から福祉を勧められましたね。まあなんか言ってるなぐらいの気持ちで無視していましたけど、それでも自分の望むことを選択していいのかという罪悪感がありました。応援なんてしてくれないので孤独です。また子供の頃、初めて漫画の単行本を買った時、母は激怒してました。自分は趣味を楽しんでるのに、極端に子供には楽しみを与えないようにしているようでした。海外旅行したいとか、一人暮らししたいということに対しても反対されました。自由に楽しむことを阻止しようとしてきます。親の目の届かないところへ行かれるのを極端に嫌い、コントロールしたがっていると思いました。両親のどちらかが不在気味でワンオペになるとき、どうしてもお手伝いと称して障害児のことをやらざるを得ない場面が出てきます。親も自分一人では回らないので、頼むことが日常化していきます。近年取り上げられるようになったヤングケアラー問題ですね。頼まれることがお手伝いの範疇を超えていることがあります。親は兄弟児に頼むことが子供がやるべきことか、一旦考えてほしいと思います。兄弟児は何でもできる万能だと勘違いしてないか？確かに理解して処理することはできますが、でも障害児のことを優先して行ったら、兄弟児本人のことをやるエネルギーは残っていないってことに親は気がついていません。おそらく親本人の子供時代を基準にしているんじゃないかなと思うんですね。でも親の子供時代、障害のある兄弟と一緒に暮らしてましたかっていうと、そうじゃない場合が圧倒的に多いはず。お父さん、お母さん、あなた方は成長する過程で常に兄弟優先で我慢し続けてきましたか？純粋に自分のことだけやるのとは違うんですよ。障害児のことを優先しサポートしなくちゃいけない。そんな生活してると兄弟児はエネルギーがなくなってくるんですよ。そして父親が子育てに介在しないと、そのフォローもせざるを得ない。朝から晩まで働いて帰ってきて家では寝るだけという社会人は多いはずですが、それでも仕事は対価として賃金を得ることができます。でも家族は無料奉仕です。そこを理解してほしいと思います。本当はまだまだあるんですが、5つほどまとめてみました。私は母から、あの子は大丈夫ってよく言われてましたね。何が大丈夫なんだろう。私にお金がかかるとも言われてました。その分兄に残したかったんでしょうね。障害児を育てている親の苦労や葛藤はそばで見ていればわかります。子供は親が辛そうなら助けたいとも思いますが、自分が搾取されているだけだと感じるようになったら、それに見合う行動をしてもいい。親とは最低限の付き合いをする。家を出るとか、将来は関わらないと言ってもいいと思います。親の苦しみは親が自分で折り合いをつけることであって、兄弟児が解消してあげることではないとつくづく思います。私たちは必要以上に家族に尽くしてきました。兄弟児は生まれただけで親孝行している。それぐらいのマインドでいいのかもしれません。宣言しましょう。あるがままの私でいるだけで、家族、世界に貢献しています。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントいただければ幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。